伝説級の感じマジでビンビンなんだけど。こいつらが現れてる元の世界って一体どうなってるの？いつかそっちも調べないとまずいかもね。まあまあの相手だったな。すごく強いミラージュだったよ。あんなすごいのがもっとここにやってくるの？どうだろうな。俺は世界中の美女が頼ってくるなら強敵が次々に現れるのは大歓迎だが。僕はちょっと怖いよ。ビービー、そんなことじゃ女の子にモテないぞ。しかしあのミラージュ、ただ暴れるだけが目的という感じではなかった。海に行ったのもおそらく様子見といったところか。まあ今後どんな奴が来ようが、フィガロと世界中の美女は俺が守るけどな。はあ、マシンだのミラージュだのいろいろ大変っすね。とっとと片付けてまたブリッツの特訓したいっす。俺も早く終わらせたいさ、あの男を探すために。私はマシンとかバハムート軍のこととか全部終わったら夢だった教師になりたいわね。スコール、何驚いてるんだ？スコールがそんな顔するの珍しいよな。みんなこの戦いが終わったらどうするとか、夢というかちゃんと目的があるんだな。俺にはない。何にも。だってずっとバハムート軍との戦いのせいでやりたいこと我慢してきただろ。バハムート軍を倒して世界を平和にしたら、あんなことしたいこんなことしたいってのが全然ないのか。バハムート軍を倒した後か。未来のことなんて考えたことなかったな。スコールは無欲っすね。無欲？違う、そんなんじゃない。俺の夢は、いや、夢って俺はただ戦って、それだけなのか。バハムート軍と戦うことが俺の全てなのか。スコール、強力なミラージュが現れたわ。シェルクが先行してるけど言ってくれる？ああ、俺に任せろ。俺はそれくらいしかできることがないみたいだからな。遅くなった。あとは任せろ。待ってください。この相手は連携した方が良さそうです。敵を挟み撃ちにして。下がってろ。俺一人でやる。静止くらい聞いてください。ここは二人で。いいんだ。俺は戦いが全てなんだ。お前たちと違ってな。この戦いの先、未来があるやつには無理してほしくない。なら心配いりません。私には未来も夢もありませんから。私は戦いの中、いつ死んでも構わないんです。けどスコールさんも戦いの後が想像できないのでしょ？なら私の気持ちもわかるはずです。夢がない。だから戦いで生き残る必要もない。いえ、むしろ生き残ってしまうことの方が怖い。一つ提案です。二人で自爆するというのはどうでしょう？それならあのミラージュを確実に倒せるかと思います。そうだ。俺は平和な世界で夢に向かうみんなに取り残されるのが怖かった。悔しくて虚しくてやきになって。でも夢がないからって命を粗末にしていいわけないよな。提案は受けない。俺には夢がある。だから死ぬのはなしだ。俺の夢は世界を花でいっぱいにすること。花を見ると多くの人間は戦意をなくす。そうすればこの世界の平和が保たれる。
シェルクにも世界中に種をまくのを手伝ってもらいたい。だからこんなところで死んじゃダメだ。それに夢がなくてもこれから作ればいい。だから命を投げ出しちゃダメだ。そういうことです。変に悲観したり勝手に劣等感を抱いて暴走しないでください。シェルク、まさかわざと？ティーダさんたちとの会話の時、ひどく落ち込んでいる様子でしたからね。悪かったな、面倒かけて。じゃあ行くぞ、未来のために。私たちも花をまくのを手伝ってもいいかもね。ガーデンから巻いても楽しそうじゃね。そうだね。でも案外悪くないかもしれませんね。ん？世界中をお花でいっぱいにすることです。やめてくれ。とっさに考えて他に思いつかなかったんだ。では戻りましょうか、みんなのところに。俺がいるからユーナは心配いらないっすよ。ビスマルクとかっていうミラージュは俺が倒すから。ありがとう。でも私も一緒に戦うから一人で気負わないでくださいね。了解っす。でもさ、俺たち何かと縁があるよな。運命の赤い糸ってやつだったりして。もうティーダさん、何言ってるんですか。私たちは強力なミラージュを倒しに来たんですよ。ごめん、冗談だって。強い敵だからこそリラックスが必要かなって。んじゃいざ出陣っす。キスティスさんのお話だとビスマルクはこの辺りにいるようですけれど。そういえばビスマルクって白き悪魔とか言われてるって聞いたけど、悪魔と白ってあんまりイメージ合わないよな。ほら、白きユーナと黒きユーナだったら黒きユーナが悪で白きユーナが正義っぽくない？ティーダさん、そんなこと言ってる場合じゃないです。それより万が一の時のことを決めておきましょう。もしもビスマルクに勝てない時は私のバルファーレで陽動しますから。ユーナ、今から勝てない時の話すんのやめない？負けてからでは遅いじゃないですか。でも安心してください。私が召喚師として必ず守ります。だからさ、ユーナ、そんなキリッとかっこよく守るって女の子に言われる男の気持ちがわかる？男心ってやつがさ。男心ですか？いえ、今はそんなこと言ってる場合じゃ。召喚師たるもの、人々の助けとなるものだろ。男心を理解せずしてみんなを助けることができるかどうか。確かに。つまりティーダさんが言いたいのは人の心を理解するということですね。そうそう、男心とはそう簡単に理解できるもんじゃないが、ま、要点をかいつまんで説明しよう。つまりはモテたいってこと。もうやっぱりふざけてるんじゃないですか。だってユーナが真面目に受け取るから面白くなっちゃって。なんだか私まで力が抜けてきました。そうだよ、それでいいんだって。どんな旅も戦いもできるだけ楽しく生きたいじゃないですか。ねえねえ、これ見て見て、ユーナはできる？すごい、綺麗に音が出るものなんですね。あ、それちょうどいいです。はぐれてしまった時や何かあった時の合図にしましょう。私助けに行きますから。ほんと、ユーナは自分が誰かを助けることばっかり考えてるんだな。でもユーナは吹けるの？私は吹かないですから。助けを求めたりしません。なんでだよ。召喚師だってユーナだって困った時は助けを求めていいんだよ。でも
もうティータさんには十分助けてもらいましたから。何度でも助けるって。回数制限とかなしっす。君って本当に